はい、こんにちは、シュル先輩と申します。今回は新しくなったパンクワークショップのボタン3種類、こちら全て入手しましたので、これらの詳細をですね確認して比較レビューをしていきたいと思います。動画をご覧いただいてご質問等ございましたら、コメント X 生配信でお気軽にお尋ねいただければと思います。その際ね、アケコン好きの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をいただけますと幸いでございます。それでは早速見ていきましょう。こちらが今回購入したパンクワークショップの新ボタン3種類でございます。左から V1、V2、ブレイズでございます。それぞれね、ボタンの枠は透明か黒か、ボタンキャップは様々な色から選ぶことができますので、今回はね、あえてバラバラの色で購入をさせていただきました。ではそれぞれの仕様を確認していきましょう。まず V1 の仕様でございますが、大加圧 45g、 動作点 0.7mm、 総ストロークが 1.5mm、 天板までの高さが 17mm。 V2 の仕様ですが、大加圧 35g、 動作点 1mm、 総ストローク 2mm、 天板までの高さが 15mm。 ブレイズの仕様ですが、大加圧 60g、 動作点は公表されておりません。ただマイクロスイッチ系だと 0.3mm が多いかなというようなイメージでございます。総ストロークが 0.5mm、 天板までの高さが17mm となっております。それぞれのボタンの特徴としては、 V1 がチェリー MX 軸を採用したスピードと食感に優れたボタン、 V2 がチェリー MX ロープロファイル軸を採用した軽さと快適性に優れたボタン、ブレイズがマイクロスイッチを採用した高速の応答性と静音性に優れたボタンとなっております。これらのスペックを見ていただいて、察した方もいらっしゃるかもしれませんが、今回のこの3種全て完全に別物となっております。ボタン枠に関しても全部別物です。旧ボタンを使用していた方への注意になるんですけれども、パンクワークショップのボタンはこれまでプロボタンというものに V1 の軸も V2 の軸も付けれて、軸だけ変えば好みに変更できるというようなスタイルをとっていました。ただ今回は V1、V2 でボタン枠から違う、もう完全な別物となってしまったため、軸の共有ができないです。これまでの考え方とは違ってくるのでご注意いただければと思います。では続いて V1、V2 ブレイズ、こちらの外観からまずしっかりと見ていきましょう。まずはこちら V1 でございます。端子がこのようにボタン枠から下に伸びているような形となっております。ボタン枠の形状、爪の形、下からはこちら、上から見るとこんな感じでございます。中に入っている軸はこちら、チェリー MX タイプの軸でございます。これまでの V1、V2 軸とほぼ同じようなものとなっております。では続いて V2 の外観を見ていきましょう。こちらも端子は下に伸びているような形となっております。パッと見てもわかるかと思うんですけれども、 V1 の軸と違ってボタン自体が薄い設計となっております。爪の形はこういう感じで、下から見るとチェリー MX のロープロファイルの軸を受け入れるために、このような太い軸がはまるような形となっております。上から見るとこんな感じ。入っている軸がこちらでございます。伸びているステムは長いですけど、最後までは入りきる感じではないですね。最後にブレイズの外観でございます。先ほどの V1、V2 と違って下に基板がついているような形で、基板はネジ止めされているようなものとなっております。爪の形はこんな感じ。端子は中に入り込んでいるようなものとなっております。スイッチも見えますね。上から見るとこんな感じ。入っているスイッチがこちらでございます。マウスとかで使われる静音系のスイッチが入っております。こちらフワノ製ですね。フワノというマイクロスイッチのメーカー、ご存知でない方も多いかと思いますが、結構性能の高い中国産のゲーミングマウス等にも採用がされておりまして、界隈ではそれなりに名前の知れたメーカーとなっております。3軸のマイクロスイッチですね。ここの部分が押し込まれて反応するようなものとなっております。改めて並べてみるとこんな感じでございます。ボタンの縁が全部共通して薄くなっていますね。こちら左側が旧プロボタン、右側が現 V1 のボタンでございますが、ボタンの縁、ここですね、厚みがだいぶ薄くなっているのが見受けられるかと思います。もともとブレイズがこういうスタイルだったので、元々のブレイズのスタイルに全て近づけたみたいな形でございますね。ボタンキャップは全部共通してマットな質感になっております。青色のブレイズの表面が分かりやすいかな。ちょっとザラザラしてる食感ですね。ホームページでもパンクワークショップ2025キャップとして1種類で販売しておりますので、同じものを使用しているようです。この素材の変更は手汗を結構かく自分にとっては、だいぶ嬉しい変更でございます。
ではそれぞれ分解して構造の違いを細かく見ていきたいと思います。はい、ということで分解完了いたしました。1点ご注意なんですけれども、トラブル時の対応以外分解は基本的におすすめいたしません。非常に難易度の高い分解でございました。特にですねブレイズに関してはドライバー、ヘラ、ペンチ、これらの道具を私使用いたしました。もっと効率のいい方法あったのかもしれませんが、ちょっとうまくいかなかったですね。そういった構造面含めて細かく見ていくこととしましょう。こちら上から V1、V2、ブレイズの順でパーツ並べております。左側にボタンキャップ、右側にボタン枠、真ん中にスイッチの系統ですねを並べているようなイメージでございます。こちら V1 でございますけれども、ボタン枠ご覧の通りとなっております。ここの穴にチェリー MX 系の軸がはまるような構造となっているわけでございます。で先ほどもご覧いただいた V1 のスイッチ、そしてボタンキャップでございます。 V1 には唯一デフォルトで静音リングが取り付けられていることが分かりました。こちらでございます。静音リングです。で2段目 V2 でございます。ボタン枠がご覧のような構造になっております。外側から見えなかったこの爪ですね、スイッチ自体を固定するための爪が設けられております。こちらをですね開きながらスイッチを取る必要がありますので、そちらの難易度が非常に高いように感じました。単純に上に引っ張り上げてもスイッチが取れないような構造になっているわけでございます。ボタン枠自体もかなりチェリー MX のロープロファイル軸を受け入れるために、肉抜きされているような感じですね。で先ほどもご覧いただいたこちらがスイッチです。こちらを覆い込むように爪が生えていたわけでございます。そしてボタンキャップ、こちらには静音リング取り付けられておりませんでした。続いてこちらの段ブレイズでございますけれども、見てお分かりいただける通りパーツの数が非常に多い構造をしております。ボタン枠がご覧の通り、基板を固定するためのネジ、これを受け入れる穴が用意されているようなボタン枠となっております。そしてこちらが基板、この3つの穴にマイクロスイッチがはまっていたような形でございます。で端子が上に伸びているようなスタイルと、しっかりとマイクロスイッチを交換できる機構については存続しているような形となっております。そして取り外したマイクロスイッチでございます。不和のせいですね。これがボタンを押す軸ステムの構造でございます。こちら最大限まで、分解してみました。これがですねこういう構造になっていたわけでございます。ここの部分が上下してスイッチを押すというような形になっております。そしてこちらがボタンキャップでございます。変わりなくっていうような感じですね。ステムとボタン枠はこのように固定自体はされておりません。今、指で下から押しているような感じなんですけど、ご覧のように固定はされていなくて、ボタンキャップがはまることによって固定されるというような仕組みでございます。そしてですねこのブレイズでのボタンキャップが、非常に嬉しい部分ではあるんですけども、厄介な面もございまして、かなりがっちりと固定されています。ボタンキャップをですね交換しようと思うとボタンキャップ外れません。本当に外れません。先ほどご覧いただいた金属製のヘラを使ってテコの原理で、外そうとしたんですけれども、こちらのね軸の真ん中の小さいパーツ、これが引っこ抜けるような形となります。なので先ほどの状態まで分解して再度組み直さないといけないと、そういったイメージでございます。もっといい分解の仕方がもしかしたらあるのかもしれませんが、私の場合はですね基板をですねこちら H1.5 の六角のドライバーで、ネジ外しまして、ボタンキャップをこちらの金属製のヘラで外そうとしまして、軸が引っこ抜けまして、で軸とがっちりとくっついたこのボタンキャップをペンチで外したと、そういった非常に厄介な分解をする必要がございましたので、実際に行われる方はですね自己責任でご注意を払っていただきながらやっていただければというふうに思います。それでは戻していきたいと思います。このようにねボタンキャップをはめると固定されるような感じですね。組み立て完了でございます。では続いてボタンを実際に押してみて、その押し心地の違いを比較していきたいと思います。 V1、V2、ブレイズの順で押してまいりましょう。
押し心地の違いですけれども、全体的にすごい静かな打鍵音だったなというふうに思いました。そしてですね、全部ボタン軸のブレが非常に少ないなという印象を持ちました。こう押し込んだ後とかでもですね、こうグリグリしても全然動かないような感じでございます。V1 についてでございますが、押し込みは他社製品と比較してもかなり浅くて、リニア軸系の引っかかりがない滑らかな押し心地を感じることができました。で、ボタンを押した感触、その滑らかかつ結構シャキシャキとした手応えでございます。ただですね、静音リングがデフォルトでついているので、押し切った時の感触は、ムニッとするような感じでございます。で、音の比較でも出したんですけれども、静音リング取り外したバージョンで、お聞きいただいたら分かった通り、結構ボタン自体はパチパチとした音がします。それが静音リングでかなり和らげられているような印象でございますね。静音リングを取り外すとですね、押し切った時にボタンがこのリムよりも沈み込むような状況となります。このようにですね、若干指引っかかる人も出てくるかなというような感じでございます。感触の変化は楽しむことができますが、この触れてしまう感覚が好きじゃない人も、いそうかなというような感じでございますので、ご注意いただければと思います。こちら V2 でございますが、この中だと一番ストローク長いボタンとはなっておりますけれども、他社製品とかね比較したらそれなりに浅い部類に入るボタンかなというふうに思います。これもですね、リニア軸系の引っかかりがない滑らかな押し心地で、手応えは明らかに V1 と違って静音リングがない状況でもしっとりとした押し心地がします。もうそれ単体で静音性が成り立っているような感じでございますね。ストロークは長くはありますけれども、押し込みが 35g と一番軽いものになっておりますので、押したなっていう実感が手にちゃんと伝わりつつスムーズに操作ができるというようなものになっているかなという印象でございます。ブレイズでございます。マイクロスイッチで押し込みが一番浅くて手応えが一番重いです。音に関してはプラスチックの衝突音が音で発生しているような感じでございます。マイクロスイッチ自体は静音性の高いもので特別な音っていうのは発生しませんが、クリック感というのはですね、絶妙に感じまして、押し込んだ時にコリコリとした感触が、手元に来るようなイメージでございます。そしてですね、旧ブレイズの時に、ありましたボタンの縁を押した時の感触、こちらに関してはかなり改善されているなというふうに思いました。今ボタンの端を押しておりますが、しっかりまっすぐとボタンが落ちているのが見受けられるかと思います。なのでですね、かなり際の際を押しても真ん中でボタンを押した時と同じ心地でボタンを押すことができるなというような改善がなされております。これはかなり印象いいですね。では実際にそれぞれボタンをですね、アケコンに装着してプレイして感想を述べていきたいというふうに思います。
いということで、パンクワークショップの新ボタン3種実際に使ってみたんですけれども、この3種類を簡単に表すとこんな感じでございます。 V2、V1 ブレイズの順でですね、反応速度が良くなっていく。そしてボタンを押した時の重さ、こちらは V2、V1 ブレイズの順で重くなっていくようなイメージでございます。 V2 が他社製品の早めの軸と同じぐらいという基準で見ると分かりやすいかもしれません。それぞれのボタンの感想でございますが、まずは V1、ボタンの感触はかなりはっきりしているなという風に感じました。専用リングがついているデフォルトの状態だとその感覚っていうのは少し薄まってしまうんですけれども、手の動きとボタンの反応、この間に差はあんまり感じなくて、1回使っただけですんなりと使うことができるような印象でございます。はい、こちら専用リングを取り外したものとなりますけれども、専用リングを取り外すとですね、ストロークが若干伸びまして、その分感触もかなりはっきりするというような感じでございます。ボタン入力の実感を求めている人はこの使い方ありかもしれないなというふうに感じました。ただボタンのリムに指が引っかかるような感覚はちゃんとあるような感じとなっておりましたので、注意が必要かなというふうに思います。個人的にはこの専用リングを取り外した打鍵感結構好きです。浅いボタンに慣れている人はこの V1 おすすめできるかと思います。続いて V2、 こちらは万人に受け入れられるようなボタンだなという風な印象を持ちました。打鍵感が一番静かだけれども、ストロークによってボタンの入力の感覚というのはしっかりあります。ストロークが長くてもかなり軽い押し心地なので、長時間安定して使い続けることができるボタンだなという風に思いました。初めてボタンを交換してみたいと思っている人や、ボタンが浅すぎると手がこんがらがってしまう人にはおすすめできるものと思います。最後にブレイズ、この3種類の中だと一番使う人を選ぶボタンだなという風に感じました。コリコリとしたボタンのクリック感はあるんですけれども、ボタンの押し込みが相変わらずほとんどないので、押している実感は一番少ないかなという風に思います。ただボタンの端を押してもしっかりと反応するようになりましたし、前みたいな天板をただ押しているような感覚みたいな感じではなくなっています。反応の速さはそれでいてピカイチなので、慣れると一番輝くボタンかなという風に思いました。ただ押し込みがかなり重く感じました。ベース歴15年の自分が1時間ぐらい使って指に疲れを感じたくらいでございます。確実にブレイズとしての進化は感じますが、訓練が必要になるかもしれないです。ということでいかがだったでしょうか。自分はこれまでマイクロスイッチのボタンを使ってきたこともあるので、こちらの新ブレイズの運用を検討してみたいなというふうに思っております。ただ先日購入いたしましたこちらのウルトラボックスにね、この V1 のボタンがついているので、こちらも使いつつ長い目で自分に合うボタンを探してみたいと思っております。今回は以上でございます。この動画が良かったと思ってくださいましたら、チャンネル登録高評価をいただけますと幸いでございます。またこちらの YouTube チャンネルや Twitch で生配信行っておりますので、遊びに来ていただけますと幸いでございます。ということでまたお会いいたしましょう。さよなら。